値段の付け方だったり写真の撮り方とか参考にしている本などをご紹介していきたいと思います。平均しますとだいたい月1万くらいになります。こんにちは、アラカン主婦のあけです。今日はですね、前回簡単なトートバッグの作り方をご紹介したんですけれども、今回は作ったトートバッグを一体どんなところでどんな風に販売していくのかっていうようなことと、私の作った作品を紹介したりですね、値段の付け方だったり写真の撮り方とか参考にしている本などをご紹介していきたいと思います。そしてですね、一番気になるポイントとして、どのぐらいの期間でどのぐらいを売り上げたのかっていうことがポイントだと思いますので、お伝えできたらなと思います。写真撮影の時の背景なんですけれども、やはり白がいいですね。作品が映えますから。最初はこういう茶色でした。それをですね、このように白いクロスで貼ってます。では先日作ったトートバッグを実際に写真撮影して出品していきたいと思います。いろいろな角度から撮りますね。バッグの中とかも写します。そしてこちらはですね、D 缶のシリーズが人気でして、このシリーズで累計500個くらいは販売してるんですね。また後日こちらの作り方の方も動画でお見せしたいと思います。どんなところで販売しているかというと、ネット通販なんですが、主にハンドメイドに特化しているミンネとかクリーマのサイトで販売しています。私の主に作っている作品なんですけれども、こういったリュックサック、キルトとハンプを組み合わせたものですね。あと今年のトレンドカラーである黄色のですね、こんなコロンとした形のものですね。でこれはですね、先日作り方をご紹介したトートバッグです。こういった巾着のものもあります。こちらはですね、この紐は革紐を2枚合わせて縫ったものになります。そして今ですとこんな手帳カバーが人気です。あとですね、一番人気のですねバッグ、こちらになるんですけれども、これはですね2017年からずっと人気で皆さんに気に入ってもらっているものです。そして実際の販売方法で参考にしたのがですね、こちらのミンネの作家活動アドバイザーの和田真央さん、この方が出していらっしゃる売れる基本帳なんですけれども、こんな本を参考にしたりしました。どういったことが書かれているかと言いますと、売れるためにはどうすればいいか、バッドな方法をやっていませんかとか、グッドな方法はこうですよなんていうふうにいろいろ細かく教えてくれているので参考にしたりしました。そして和田真央さんが YouTube もやってくれてるんですね。でその YouTube で解説している内容を参考にしたりしてます。あとですね、ネット通販なので写真撮影がとても大事になってくるんですけれども、ネット通販なので実際に商品に触れられないですよね。そうするともう写真でお伝えするしかないので、その写真の撮り方とかでこういったカメラ1年生、こんな本も参考にしたりしました。こちらの内容は、写真の雰囲気は明るさのコントロールが鍵なんていう風にも載っていまして、ハンドメイド作家に参考になるようなアクセサリーの撮り方とかも載ってたりします。そしてですね、私はスマホで撮影するよりはデジカメの方が背景がちょっとぼやけてくれたりして、すごく気に入っているのでデジカメで撮るようにしています。そしてですね、デジカメもですね、私カメラ苦手なのでオリンパスなんですけど、オリンパスの基礎講座なんていうセミナーに参加したりして、基本の写真の撮り方なんかも教わりました。そしてですね、値段の付け方なんですけれども、これが非常に難しいんですね。最初は私もよくわからなかったので、材料費の2倍ぐらいに設定して手元にちょっとあればいいななんて考えたりしたんですけれども、それですとだんだんと売れてくるようになりますと、労働の対価っていうことを考えますと非常に辛いものがあるんですね。ですので材料費の4倍ぐらいを目安に
するといいんじゃないかなと私は思ってます。単純に4倍といっても作家さんの作品にもよると思うんですけども、例えば4倍に設定したからといってそれが2日も3日もかかるような作業でしたら、それは全く見合わないものになりますし、作品によるとは思うんですけれども、私の場合はだいたい4倍ぐらいを設定してます。その中の1割はサイトの方で手数料として取られますから、ミンネはだいたい1割ぐらいですね。クリーマの方は売上によって手数料が 8% だったり 13% だったり、売上によってクリーマの方は変わってきますね。こちら先日作ったトートバッグは3900円に設定します。約材料費の4倍とすると1枚仕立てですし、それぐらいかなと思います。そしてですね、こちらは先ほども言いました人気の作品なんですけれども、D カンのついたベルトがですね、蓋の代わりになってくれまして、重さで締まるような感じになってるんですね。多くても少なくてもキュッといい形になってくれるので人気なんですが、こちらは裏地がついてますので中をお見せします。こうですね、作ってるうちに自分でもどんどん自分で持ちながらどういった形がベストなのかっていうのを進化を続けてきたんですね。中にポケットが両側ついてまして、こちらはファスナーになっているので通帳とか入れるのに便利です。なのでこちらはですね、約4倍というふうに考えますと6950円で設定してます。こちらのリュックは日数が2日ぐらいはかかりますので、この金具とかも結構な値段がしますので16,500円の設定になってます。それでは早速出品の流れをお伝えします。こちらがミンネです。今ですとワンピースだとか収納アイテム、ハロウィンのグッズなんかも販売している方いらっしゃいますね。あとスマホケースなんかいつも人気みたいですよ。アクセサリーとか、私の娘もアクセサリーやってるんですけれども、あと革のお財布だとかやってらっしゃる方もいます。あと最近スイーツ、食べ物も簡単に出品できるみたいなので、皆さん得意なものがあったらいかがですか？で、実際にですね、私の作品はですね、こんな感じで登録してまして、作品を登録するっていう風にすると、先ほど撮った写真を埋めていけばいいんですね。で、作品名を決めて、作品の説明で、カテゴリーは私の場合はバッグですね。販売を押すと値段を決めて、配送方法を決めてという感じでですね、もうこれで作品を保存でもすぐに販売できちゃいます。そして私のショップなんですけれども、こんな感じでやってます。そして最後にどれぐらいの期間でどれぐらいの売り上げを得られるのかっていうことなんですけれども、そこが気になるポイントだと思うんですが、私はですね、2016年から作家活動を始めまして、始めた当初はですね、最初は売れません。始めてから3ヶ月ぐらいでやっと初めて全く知らない方が買ってくれたんですね。それはもうすごく嬉しかったです。そこからですね、その売れたものを検証してですね、どこが良かったんだろう、じゃあこれの色違いを揃えていこうかとか、ちょっとアレンジしてショルダーっぽくしようだとか、一つ売れたことによってそこから広がっていきました。そしてですね、始めてから半年ぐらい経った頃からですね、だんだん自分の作りたいものというか世界観が広がってきまして、そこから徐々に売れるようになっていったんですね。それが2016年の後半ですね。で、2017年にミンネの方で特集に掲載されたんですね。それがですね、こちらの人気のバッグなんですが、こちらが特集に掲載されました。特集というのはアプリのホーム画面の一番トップのバナーのところですね、そこに出てくる特集に掲載されたことがきっかけで、そこからすごく人気になりました。
もうそうなると忙しくてたまらなくなりますね。他のアルバイトもやっていたっていうこともありますけれども、そんな風に特集に掲載されたりなんていうことがあったりしますと、売り上げの方も伸びてきまして、月10万とか増えていくわけなんですけれども、その2017年からですね、コロナ前まで2020年の1月頃までですね、平均しますとだいたい月7、8万くらいになります。でその後はコロナの期間中はやはりですね、バッグというのは皆さん外出しませんから需要がないんですね。なのですごく売り上げの方はもう半分以下になってきてしまっています。私のですねネットショップ、本当にちっちゃなショップでもそういうちっちゃな経済がわかるなっていう感じです。ということで今日は私の作家活動としての経験をお話ししたような形になりましたけれども、少しでも参考になれば嬉しいです。今日は最後までありがとうございました。また見てくださいね。